いや、どうもどうも。土曜の昼下がり、ゆっくり YouTube でも見てるかい？外はセミの声がうるせえくらいで、いよいよ夏本番って感じだよな。最近さ、俺たちの住む群馬でも、どこに行っても聞く話があるんだよ。いや、人がいなくて大変だって話だ。農家のじいちゃんは、収穫の時期だけ誰か手伝ってくれねえかなっていうし、温泉地の旅館のおかみさんは、冬の忙しい時だけ人が足りなくてってぼやいてる。建設業の仲間も、いつも人手不足でヒーヒー言ってる。一年中ずっと雇うのは会社の体力的にもきつい。でも、この一番忙しい時期だけ誰かいてくれたらっていう悩みはどこにでもあるんだよな。一方で、都会に住んでる若い奴らの中には、もう東京は疲れた。自然のある田舎で暮らしてえな、なんて考えてる人も結構いるらしい。でも、いざ移住するとなると、一つの仕事だけで一年中ちゃんと食っていけるかな。いきなり知らない土地で仕事見つかるかなって不安になるのもそれは当然だ。この人手が欲しい地元の会社と田舎で安定して働きたい人、この両方の悩みを一点に解決しちまうとんでもなく頭のいい仕組みが数年前に国で始まったんだ。その名前がちと長いんだけどな。特定地域づくり事業協同組合って言うんだ。長え名前だけど要するに何なんだ。なんだその呪文みてえな名前はって思うだろう。大丈夫だ。一言で言っちまえば、地域の人手不足の会社がみんなで協力して作った地域の仕事おまとめセンターみたいなもんだと思ってくれ。もうちょっとわかりやすく登場人物で説明するぜ。登場人物1、地域の事業者たち。農家、旅館、酒蔵、介護施設、建設会社みたいにそれぞれ違う仕事をしてる地元の会社やお店の社長たちだ。みんな人手が欲しいけど一年中は雇えねえって悩んでる。登場人物に、この組合、特定地域づくり事業協同組合。さっきの事業者たちが、よし、俺たちみんなで金出し合って会社を一個作ろうぜって設立した元締めみたいな組織だ。登場人物3、働きて移住してきた人とか、この地域で働きたいですっていうやる気のある人たちだ。じゃあ、この3社がどうやって動くのか。まず、働き手は元締めである組合に正社員として雇われるんだ。ここが一番のポイントだ。だから、毎月安定した給料とちゃんとした社会保険が保障される。組合は雇った働き手を季節ごとに人手が欲しい事業者のところへ派遣するんだな。だから、働き手の1年間のスケジュールは、例えばこんな感じになる。春夏、キャベツ農家で収穫と出荷の手伝い。秋、地元の酒蔵で日本酒の仕込みの手伝い。冬、近くのスキー場の旅館で接客や掃除。みたいに、1年間でいくつかの仕事をローテーションするんだ。まさにマルチワーカーだよな。で、農家や旅館は働いてもらった時間分の給料を元締めである組合に支払う。組合はそこから働き手に給料を払うってわけだ。これって誰が得するんだ？この仕組みのすげえところは関係する奴らみんなが得をするってことだ。三方よしってやつだな。働き手移住者のメリット。なんといっても収入が安定することだ。農家の仕事が終わっても、次は酒蔵の仕事がある。一つの会社の都合に左右されずに、組合からちゃんとお金がもらえる。それに、いろんな仕事を経験できるからスキルも身につくし、何より地域の人とたくさん知り合えてすぐ馴染めるよな。事業者、地元の会社のメリット。必要な時に必要な期間だけ人手を確保できることだ。一年中雇う固定費を心配しなくていい。それに、いちいち求人広告出したり面接したりする手間も省ける。組合さん、来月2人頼むわって済むんだから、そら楽だよな。地域全体のメリット。安定した仕事があるならってことで、若い移住者を呼び込みやすくなる。人が増えれば地域に活気も出る。人手不足で諦めかけてた地元の産業も維持していくことができる。まさに、いいことずくめだろう。まとめ。そんなわけで、特定地域づくり事業協同組合ってのは、地域の会社たちがみんなで協力して、移住してきた人に安定したお給料を払いながら、季節ごとにいろんな仕事を体験してもらうための、超うまい仕組みってことだな。人手が欲しい地元の会社と、田舎で安定して働きたい人を、うまくつなげる地域のハブみたいなもんだ。俺たちの住むこの群馬だって、素晴らしい自然も、うまい食い物も、守るべき伝統もたくさんある。でも、それを支える人がいなければ全部なくなっちまうかもしれねえ。こういう仕組みがもっともっと増えていけば、この先も安心だよな。
もしお前さんが YouTube で田舎暮らしの Vlog とか見て、いいな、俺もいつか、なんて思ってんなら、こういう制度があるってことを頭の片隅にでも置いとくといい。もしかしたら、お前さんの未来の選択肢が一つ増えるかもしれねえぜ。特定地域づくり事業協同組合ってまず名前が長いよな。まあでも、いろんな仕事を掛け持ちして一人前みたいな働き方、かっこいいじゃねえか。人間誰だって一つじゃねえよな。会社じゃ真面目な奴が、地元の祭りじゃ誰より弾けてたりさ。そういうギャップたまんねえんだよ。お前らの周りにもいねえか、こいつこんな一面あったのかってやつ。人間ってのは見た目だけじゃわかんねえもんだぜ。